皆様こんにちは。今回は納車されて3年経った車にコーティングショップの中の人が忖度なしにおすすめする最新のガラスコーティングを施工してもらいましたので、この動画ではコーティング施工の流れやメリットデメリット、コーティングをかけると3年間放置した車がどれくらい変わるのかをご紹介します。今回施工してもらうものは最近洗車界隈で流行っているセラミックコーティングのグラフェンではなく、ルミナスのスリックというタイプになります。正直グラフェンかスリックどっちにするか迷いましたが、洗車のプロと相談してスリックにしました。正直グラフェンもスリックもどちらもめちゃくちゃいいコーティングなんですが、グラフェンの方は対薬品性能がさらに強い、スリックの方は滑りが良く水弾きがすごくて洗車していて気持ちがいいとのことが今回スリックに決めた理由です。まずそもそも僕の車スズキのスイフトスポーツですが、新車で買った時にコーティングとか何もせずに納車されて、2ヶ月に1回ぐらいの頻度でオートバックスで買える3000円ぐらいの簡易ガラスコーティングを自分で塗って、洗車は月に1回ぐらい、ガレージとかないので青空駐車で保管してまして、そういう条件で3年半乗ってますが、これが施工前の状態、これが施工した後。明らかにツヤがおかしいですよね。今回セラミックコーティングの施工をお願いしたのが愛知県の刈谷にある手洗い洗車コーティング専門店のプラスさん。お店を知ったきっかけですが、スイフトの YouTube チャンネルをやられているしんちゃさんとこの前オフ会で話した時に、めちゃくちゃすごいお店が最近オープンしたから絶対行ってみてと言われたのがきっかけで、今回実際に行って洗車とコーティングをお願いしました。半年ほど前にオープンしたばかりで最新のコーティングブースがあり、温度と湿度が適切に管理されて最適なコーティングができるようになっています。コーティング施工の流れですが、1日目に洗車、研磨、洗車、2日目コーティングといった感じで2日間にも及ぶプロによる洗車とコーティングになります。今回お願いするセラミックコーティングは2日かかるので台車も貸していただけます。当日は午前中に車を預けてコーティング前に徹底的に汚れを落としてもらいます。納車されてからずっと3年半青空駐車で素人洗車しかしてこなかったので、鉄粉とか水垢がすごいです。僕みたいに賃貸アパート済みだと鉄粉落としとか水垢というので、コイン洗車場だと正直やりにくいので、洗車はするけど水垢とか鉄粉除去はやったことない人意外と多いと思います。コーティングかける時の下処理が一番大事なので、水垢、鉄粉含めて徹底的に洗車してもらいます。まず足回りから。ブラシでしっかり洗います。でこれ使ってる洗剤はサムズっていうイギリスメーカーの、はい、うち正規販売店なので、それ使ってまして、はい、で今つけてるのがホイールタイヤクリーナーといって、はい、これで洗うとタイヤが茶色くなるんですけど、タイヤの汚れをしっかり通ると。でこれをすることで、タイヤワックスのノリが良くなります。これが洗う前で、これが洗った後、明らかに綺麗になってますね。徹底的にホイールとタイヤを洗ったらボディの洗車に移ります。筆洗浄といって泡まみれにしてから筆で細かいところを洗っていきます。自分でやると正直しんどいグリルも徹底的に洗ってくれます。普段なら洗わないようなところも徹底的に洗ってくれます。確かに普段絶対そんなとこ洗わないですもんね。一通り筆で細かいところを洗ったらまた水で流していきます。そしたらまた泡をかけて洗浄していきます。この後センリムーバーも入れますかね。ここまでね、もともと塗ってあった古いコーティングやワックスが完全に剥がれた状態になって新鮮な状態になりました。まだこのままだと鉄粉と水垢が残っているので、今から専用の薬品を使って鉄粉と水垢を落としていきます。今白いじゃないですか。はい。これも汚れなんでなるほど。劣化じゃない。スイスポオーナー全員の悩みであるミ塗装の白くなっているところ、ここ実は水垢とかの汚れなので、プロにお任せするとこれだけ汚かったものがここまで綺麗になります。試しに半分だけ汚れを取ってもらったんですが、
汚れてるところは水残ってるけど、徹底洗車したところは何もしてないのに水はけが良くなってますね。一通り水垢と鉄粉が取れたらまた泡かけて洗っていきます。鉄粉と水垢が取れるとこれ見てほしいんですけど、かなりスベスベになります。一回、こっち側を撫でてみてください。これで撫でてみてください。はい。ほんで、やった方撫でてみてください。こっちやった方。何これ全然違うな。なんかツルツルになりましたね。なんで？何これ？やった成功何？成功嘘でしょ。どんな感じですか？おどんな感じですか？ー、なるほどね。ちゃうわ。ちゃう。どういう感じで違うんですか？なんかね、滑るんすよね。何これすごっ。これがは何ももうすっぴんです。い。すっぴん。見た目すっぴんですけど、ケバいです。そうですよね。見た目一緒なんですよ。全然違う、触ったら。こんなことある。さらに追加でグリルの水垢や鉄粉も専用のブラシで徹底的にきれいにしていきます。その後に水染みになりにくい流水で洗い流してからつけてもらいます。正直コーティングかける前の段階ですでにピカピカなので、これでええんちゃうかなと思うレベルの綺麗さでした。あとはエアーで隙間に入っている水をシャッシャ飛ばして下処理の洗車が完了です。ちなみにプラスさんでは基本的にイギリスのサムズディテイリングとシャンプーなどを使って洗車していて、サムズディテイリングの商品も店内で買うことができます。正直ここまでの洗車だけでもかなりおすすめで、プラスさんでは洗車だけでもお願いできるので、ぜひ一度この洗車を試してほしいですね。この洗車だけなら90分ぐらいで8800円でここまで仕上げていきます。水垢と鉄粉落としがいらなければその下のコースで4650円です。この後に洗車では落ちきらなかった付着したトリ粉の跡とか汚れを剣まで落としていきます。ちなみに研磨するとこうなります。研磨したところとしてないところでは誰でも分かるレベルで綺麗になってたので、見てて気持ちよかったですね。こちらの研磨ですが、新車ならこの工程はいらないので新車割引もあるそうです。研磨が終わったらその後にもう一度洗車して1日が終わる。下処理が終わったその翌日にコーティング作業に入ります。施工している様子はお店にある椅子に座りながら見ることもできます。各席にコンセントがあって Wi-Fi も使えるのでリモートワークもできますね。ちなみにお店の横にビクロンがあるのでご飯も食べれます。下処理が終わったのでいよいよコーティングになります。こちらが今回施工してもらうルミナスのセラミックコーティングスリックになります。このコーティングは施工の時の湿度と温度も重要なので、施工ブースの中は湿度と温度がコントロールされています。これ何層塗るんですか？酸素を塗ります。酸素を塗ると異次元ですよ。これが結構大変で、もうこうして塗ったらすぐ拭くんですよね。もう出てる。もう艶上がってるわ。正直コーティングなんて塗るだけじゃないんかと思ってましたが、店長の福留さんの洗車とコーティングに対する熱量と知識が半端なかったので、これは素人じゃできないなと思いましたね。そもそもコーティング用のブースを持ってる人いないので、素人じゃできない仕事ですね。今回施工してもらうセラミックコーティングは3回に分けて塗っていきます。これはまだ1回目の塗りですが、この前取り付けたセカンドステージのパーツもさらにツヤが出てますね。ちなみにまだ1層目でこのツヤなので、あと2回塗り重ねていくので、これからツヤがえぐいことになります。ミラーとかミ塗装樹脂のところに全て塗っていきます。もうすでにこの時点で塗装が鏡みたいになってるので、なかなかツヤツヤですね。対純正のドアハンドルのパーツも1回目塗っただけで水飴みたいになってます。コーティングが固まるまでに時間がかかるので、2時間ほど放置してから2層目のコーティングになります。ちなみにセラミックコーティングなので、塗る時に使うスポンジが1層目を塗っただけですでに硬くなってました。スポンジが固まると使えなくなるので、また別の新品のスポンジを使って2層目を塗っていきます。
1層目と同様にひたすら塗り込んでもらいます。この後に追加で1層を塗るため合計6時間ぐらい放置する必要があるのが施工に時間がかかる理由ですね。2層目が終わったらまた時間を空けてから3回目を塗ってもらいます。3層目が終わったらまた少し時間を置いて完成です。これが施工前の状態、これが施工後。明らかにツヤがおかしいですよね。施工してもらってから今で3週間ぐらい経ちましたが、ずっとツヤツヤで全然汚れないですね。もし汚れても水洗いをすれば完全に元通りになります。一応注意点としてコーティングを施工してから2週間程度はシャンプー洗車が禁止です。完全にコーティングが定着すればシャンプー洗車してもいいそうなので、洗車するのは少し我慢で、もし気になる汚れがあったら水洗い洗車すればいいとのことです。今回コーティングをかけて実際に体感したコーティングのメリットデメリットですが、デメリットは値段かなと思います。スイフトのサイズだと S サイズなので15万4000円とまあまあ高いんですが、こちらのコーティングは3年保証でお店に行けばメンテナンスもしてもらえてピカピカの状態を維持できて1年で約5万円と考えるとそこまで高くないかなと思います。高くないと思う理由ですが、正直アパートとかマンションに住んでいると一軒家みたいに気軽に洗車できなくて、毎回洗車場で1000円ぐらい、それにプラスしてシャンプーやワックス、簡易コーティング代、洗車場までのガソリン代金などいろいろと合わせると1回につき1500円ぐらい使ってると思います。それを月に2回すると3000円ぐらいすると思います。年間にすると約4万円。コーティングかけることで軽く水洗いやシャンプー洗車だけで終わりますし、何よりもコーティングをかけて良かったメリットは洗車にかかる時間がめちゃくちゃ短縮されたことですね。スリックの水はじきがすごいので洗車後の拭き取りがめっちゃ楽。これまで15分ぐらい拭き取りに時間かかってたのが5分ぐらいになったので、コーティングを一番やってよかったメリットは時短ですね。正直ブロワーで拭けばタオルで拭き取る必要がないぐらい撥水がすごく水が飛ぶのでめちゃくちゃ時短になりました。もしコーティングしてなければ拭き上げた後にワックスとかコーティングを塗るのに追加で1時間かかってた時間をなくせるので、時給で考えたらかなり節約できると思います。確かに15万円を先払いするのがデメリットではありますが、プラスさんでは現金の他にクレカや電子マネーも使えるのでクレカで分割してもいいですし、 PayPay のイベントが開催されている時に決済すればお得になると思います。コーティングのメリットは毎回の洗車の時間を大幅に短縮できて、セラミックコーティング厚い層でオリジナルの塗装も保護されて汚れもつきにくくなるという、長い目で見るとメリットの方が大きいと思います。正直これまではコーティングは高いし自分でやればコスパ最強やし自分でやろうと思って納車されてから定期的にやってきましたが、納車から時間が経つにつれて正直絶対に面倒くさくなって洗車の頻度も落ちてきます。さらに放置してると鳥糞の跡とか残って下手したらそこだけ変色してそれを修理するのに結構な金額かかることとか考えると、洗車の時か早いタイミングでコーティングをかけるだけでかなりの時間が短縮できるし、変色のリスクとかも抑えられると思うので、洗車の時にコーティングをつけるか早いタイミングでコーティングすることをお勧めします。今回お願いしたプラスさんではコーティングした後にいつでも LINE で相談できるようになってますので、何かあればすぐに LINE で相談できます。プラスさんの詳細な情報は動画の下にある概要欄に詳細を載せておくのでぜひチェックしてみてください。僕のチャンネルでは Swift スポーツに関する動画や車に関する動画を公開していますので、この動画が少しでもいいなと思っていただきましたらぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。